こんにちは、ワッタです。前回からだいぶ空いてしまいましたが、いかがお過ごしでしたでしょうか。今回は秋に台湾旅行に行ってきたので、その際の写真をお見せできればと思います。羽田空港から JAL で出発です。2025年は仕事の忙しさとフィルム価格の高騰が相まって、なかなか思うようにフィルム写真の撮れない1年でした。台湾はずいぶん昔に一度だけ来たことがあるんですが、かなり経つので今回はとても新鮮な気持ちで楽しみにしています。ということで、あっという間に台北駅、ここから冒険の始まりです。今回持ってきたのはライカ M6 とリコー GR1S、 お気に入りの組み合わせです。ホテルに荷物を預けたのでカメラを持って出かけましょう。最初は紹介されたお店でお昼ご飯、言葉は通じませんでしたが、優しいお店の方々がとても親切にしてくれました。その後は市内をふらふらしながら写真を撮っていました。これは台北らしくてお気に入りの一枚。ヘルメットのところのハレーションがとても綺麗に映っていて、物語を感じる素敵な一枚ですよね。ということで、ある程度散策をした後、一旦ホテルにチェックイン。今回は台北駅の目の前のホテルだったのですが、最初入り口が分からずだいぶ苦労しました。夕飯を食べてからニンシャー夜市にやってきました。台湾といえばやはり夜市、屋台と人々がとても活気があってお祭りのようで楽しいですよね。翌日はまず朝ごはんの台湾式おにぎりを食べに近くのお店まで。もち米と魚粉のバランスが最高でとても美味しかったですね。今日は高速バスに乗って今回の台湾旅行の一番の目玉でもあるウイスキー蒸留所見学に行きます。ここでフィルムもポートラ400に入れ替えます。昨今のフィルム価格の高騰で、以前よりもフィルム写真を続ける理由について考えることが増えるようになりました。撮れる枚数に制限もあるし、新商品もありますが、カメラも中古が主流で壊れたら終わりなものも多い。それでもなぜフィルムで写真を撮り続けるのか。フィルムで写真を撮る理由の一つは光の映り方です。特にこの台湾の強い日差しの下ではその良さを強く感じることができます。ドラマチックな光景についついシャッターを切ってしまいます。こちらがカバラン蒸留所。カバランは台湾産のウイスキーで、ここの蒸留所は日本語ツアーもあったりしてとても見学しやすかったですね。ウイスキーの蒸留所見学は初めての体験だったんですが、台湾らしいウイスキーをどう作るかという話も含めてとても興味深かったです。と言ってても台湾はあまり暑すぎるですから、だから蒸発も早い。中にほとんど酒が残ってないんだけどここに書いてはね、樽はここにつけて、ここに封じしたの日付ですからね。あとはね、台湾の法律も少し違うよ。ウイスキーという収入はね、一般として 40% ともちろん試飲も。敷地内にはミスターブラウンというカフェもあって、ここもとてもおしゃれでした。
見学が終わってまた台北へ戻ろうと思います。帰りの高速バスは夕方だったこともあって渋滞にはまってしまい、かなり時間がかかりました。台北に戻ってから夕飯を食べにまた市内に繰り出します。少し珍しいハラルのお店で牛肉麺などを食べました。たまたま見つけたんですが、ここのお店もとても美味しかったですね。夕食の後はまっすぐホテルに帰るのももったいなかったので、夜の市内をカメラ片手に散歩しながらホテルまで帰りました。街中が綺麗で安全なのも台湾の旅しやすさの一つかもしれないですね。3日目。今朝もまずは近くのお店でサンドイッチの朝ごはん。この後は228和平公園で朝の散歩をしました。ここには台湾リスがたくさんいて、とても和やかな景色でした。都市部の中にもこうやった自然や動物が見られるのが素敵ですね。ここで撮れた写真は特別なことはないですが、旅の思い出として撮ってよかったなと思っています。そこら中にいるリスを見て和んだこととか、日差しが強くて汗だくだったこととか、旅の空気が詰まっています。フィルム写真の方が旅の思い出を見返すときに振り返りたくなるんですよね。ブレていたり、思った色じゃなかったり、いろいろと不完全だからかもしれません。でもその時の暑さとか空気とか歩いた感覚、聞こえてきた声まで一緒に映されている気がします。その後は電車に少し揺られてベイト温泉へ向かいました。日本とも関わりの深いこの温泉地の公衆浴場で昼間から一風呂浴びてきました。この景観も日本の温泉街に近いものを感じますよね。とても暑い夏の台湾で昼からかなり高温のお風呂に入ったこともあって、この後汗が全く止まりませんでした。お風呂から上がって近くのお店でお昼ご飯、ここのお店もとても美味しかったですね。さらにバスで移動して故宮博物院へ。展示もその立地や周りの景色も含めて非常に荘厳で素晴らしい博物館でした。ただここでトラブル発生。フィルムカメラを始めた初期から使ってきた GR1S のスイッチ部分が折れてしまいました。ほぼ毎日持ち歩くくらいに使い込んでいたカメラなので、かなりショックで、この時はしばらく呆然としてしまいました。中古のフィルムカメラはこういったトラブルも多いのですが、だからこそ撮れる喜びというものがあるのかもしれません。一応電源は入るので部品交換か、外れてしまった場所を固定すればまだ使えそうですね。この日の夜はシーリン夜市へやってきました。シーリン夜市は台湾でも最も有名な夜市の一つだと思いますが、時間が早かったこともあってあまり混むことなく食事にありつけました。とにかくこの活気ある市場で
バシッと写真を撮ろうと思ったんですが、暗い中でのシャッターということもあり、かなりブレてしまっているものも多いですね。夜になるとフィルムカメラはぐっと難しくなりますが、その特性を理解していると映らないことも味として捉えられる気がします。今回の撮影ではほぼブラックミストフィルターを使っているので、ハレーションが少しぼんやりと輝いているのが見て取れると思います。このアニメのような映り方が僕は結構好きですね。4日目の朝、午前中少しダラダラしてしまったので、まずはお昼を食べて、それから美術館巡りのためにまずは台北市立美術館にやってきました。ここの展示は現代アートが非常に多くて、大変興味深かったですね。今回の台湾旅行ではすごく気に入った写真というのは少なかったんですが、本当に久しぶりに台湾に来れて、日本にも似た日常のような非日常の中で写真を毎日撮れて楽しい旅でした。僕はこういう旅の曖昧な思い出を残しておくために、何かと不完全なこのフィルム写真で残すという方法が気に入っています。台北最後の夜は火鍋を食べに行って、そして翌朝のフライトで東京に帰りました。というわけで、今回もご視聴いただきありがとうございます。また今度。